皆さんこんにちは、拙者何やつです。いつもありがとうございます。今回のカスタムも何かの参考になれば幸いです。では最後までよろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはスウェード製のシフトノブです。スウェード製のシフトノブは今回が初めてですが、以前にもカーボン調のシフトノブをご紹介しているので、今回で2つ目の紹介になります。以前ご紹介したカーボン調のシフトノブの動画も概要欄に掲載していますので、今回のスウェード製シフトノブと合わせてぜひ参考にしてみてください。まず最初にお伝えしておきますが、カーボン調のシフトノブに何か問題があって交換するわけではありません。今回は室内の雰囲気に少し合っていないと感じたため、ステアリングのスウェード素材に合わせてシフトノブもスウェード製に変更することにしました。こちらの商品は Amazon で見つけたものなので、商品リンクを概要欄に掲載しておきます。気になる方はぜひチェックしてみてください。商品はプラスチック製のベースの上にスウェード生地を巻いて仕上げられているような作りです。裏面には両面テープが貼られているので、取り付けも簡単にできそうです。取り付けは裏面の両面テープで貼り付けるだけです。通常であれば貼り付け面を脱脂してから取り付けますが、 CX5 のシフトノブには革が巻かれています。今回は脱脂剤などの溶剤によって革に悪影響が出るのを避けるため、脱脂は行わずそのまま貼り付けていきたいと思います。今回私が購入した商品は以前ご紹介したカーボン調の製品と比べると若干寸法に余裕があるように感じました。そのため取り付けると純正のシルバー部分がうっすらと見える仕上がりになっています。貼り付けた後は製品が浮いてこないようにしっかりと押さえて密着させておきましょう。こちらの商品はブラックの他にもレッドのスウェードタイプが用意されています。車内の雰囲気や好みに合わせてカラーを選んでみるのもカスタムの楽しみの一つですね。今回のシフトノブ交換の一番の狙いは、手に触れるステアリングとシフトノブを同じスウェード素材にすることでした。素材を統一したことで車内の雰囲気にもまとまりが出て、個人的には良いカスタムができたと思います。今日の旅はここまでです。いかがでしたでしょうか。 CX5 のカスタムが良かったよという方はぜひいいねをお願いいたします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。